今回は適正に動作しているギアボックスの補足です。まず、リアのシャフト接続ですが、フロントと同じシャフトに接続した方が良いと思います。理由その1。こことここはギア比が同じなので、回転比率は同じはずなのに少しずつズレが生じます。理由その2。中段に接続の場合、プロペラシャフトの角度がきつく、回転が滑らかではなくなります。注意点として、このギアボックス交換前に、純正モーターで接続していた場合、リアアクスルの向きを変更する手間が生じます。さらに、変更後のモーターが逆回転になってしまうかもしれないので、曲線を逆に接続する必要があるかもしれません。通常、モーターにはプラス側を示す印がありますが、接続を逆にしても、実際は回転が逆になるだけでただの印です。回転がわかりやすくなるようにマスキングテープをつけます。向かって右側がフロント側です。純正モーターとは逆に回転しているのがわかります。通常は、この印がある方にプラスを接続します。今回の場合は、緑のワイヤーです。ただ線を反対にすれば良いのですが、今後のことを考え、曲線を逆にするアダプターを自作して使用することにしました。見ての通り、回転方向が先ほどとは逆になりました。これで純正と同じ回転方向です。放熱板が付属していたので、モーターの穴を塞がないようにギリギリで固定しました。固定方法は、熱の出ないギアボックス側で、少量のホットボンドを使いました。今回はコンデンサも取り付けましたが、コンデンサにも極性があるので、正回転を基準に取り付けました。電解コンデンサの容量は、50V、4.7 マイクロファラドを使いました。純正基板で ESC も使っていないのでちょっと大きい気もしますが、根拠はありません。
ここで気がつきます。そうです。斜めにコースを取れば登れることを。一度成功したので、ここからは斜め連発で攻めます。重心の位置関係も良品ですが、バランスを取るのが難しい。転がったのが岩場でなくてよかったです。電源供給が安定していたことと容量が多いという理由で、18650×2 でそのまま運用することにしました。18650を2本直列にできる電池ケースを、純正のカバーを取り外した位置にマジックテープで固定しています。高さを少しだけ出すために足をつけています。電池ケースのカバーは円ビートを曲げて作りました。これもマジックテープで固定しています。